魔の温度帯っていうのはマイナス5度からマイナス1度、あと10度から40度のこの2つを指します。そのためここを長く通過すると、食品の組織が損傷して食感が悪くなったりドリップが多く出るという、そういったことが発生します。冷凍 OK! 冷凍王子の西です。私は冷凍の専門家として冷凍に関する情報を発信しております。今回のテーマは解凍の極意、冷凍食材を美味しく食べる方法を徹底解説します。冷凍した食材を食べるには本当にこの解凍っていうのはすごく大事なんですね。でこの解凍で本当に悩まれている方本当に多いと思います。でそういった方に今日はその解凍の極意教えますので、ぜひご覧ください。まず解凍する上で大事なのは2つの魔の温度帯を避けるということですね。で魔の温度帯っていうのはマイナス5度からマイナス1度、あと10度から40度のこの2つを指します。まずマイナス5度からマイナス1度のこの温度帯は食品中の氷の結晶が大きくなる温度帯なんですね。でそのためここを長く通過すると、食品の組織が損傷して食感が悪くなったりドリップが多く出るという、そういったことが発生します。もう一つの10度から40度の温度帯、いわゆる常温の温度帯ですね。この温度帯では組織を変化させる酵素反応っていうのが起きやすいので、色とか食感、美味しさっていうのに非常にダメージを与えやすいんですね。さらにはこの温度帯の場合、細菌が増殖してしまう、そういった恐れもあります。こういったことがあるので、この魔の温度帯を避ける、もしくは早く素早く通過するっていうことが大事になってきます。この考えをもとに、具体的な解凍方法を説明していきたいと思います。でそれぞれの解凍方法を説明するのに、この解凍のイメージグラフ、これを使って説明したいと思います。解凍その1、加熱解凍。加熱解凍は凍ったまま一気に解凍することです。加熱解凍のメリットは2つの魔の温度帯を一気に素早く通過することができる点ですね。高温かつ短時間で加熱するのがポイントです。そのため、炒める場合は、フライパンを強火にして素早く一気に炒める。茹でる場合は沸騰したお湯で、さっと茹でる、そういった感じですね。あと凍ったまま調理ができるので解凍する必要がないというところもメリットですね。これは主に野菜類や貝類に向いています。さらには薄く小分けになっている肉類にもおすすめです。あと凍ったまま調理ができるので解凍時間が短くなるのも魅力ですね。解凍その2、氷水解凍。氷水と書いて、氷水解凍と言いますが、これは氷水を使って解凍する方法を言います。氷をしっかり入れると、水温が1度くらいに下がります。これは常温の温度帯をしっかり避けることができ、低温で解凍できるメリットがあります。さらに水は熱伝導率が高いので素早く解凍することができます。これは主に肉や魚を生の状態に戻すのに適しています。品質面、美味しさの面ではこの氷水解凍がおすすめです。解凍その3、流水解凍。流水解凍はボウルやバットに冷凍食材を入れて蛇口からちょろちょろと水を出して解凍する方法です。これは熱伝導率の高い水を使って氷水解凍よりも高い温度で解凍するので、より素早く解凍できるのがメリットです。ただし水温が高く常温の温度帯に入ってしまうので、品質の劣化がどうしても起きてしまいます。そのため生の肉魚は氷水解凍、下味をつけたり加熱をした肉や魚は流水解凍がおすすめです。肉や魚以外にも、調理済みの野菜であったり、加工食品などの多くの食品の解凍に向いています。水温が高いので解凍に時間をかけず、解凍後はすぐ調理に使うというのがおすすめです。あと氷水解凍と、流水解凍は保存袋の中に空気が残っていると空気が邪魔して解凍がうまく進まないので、冷凍する時に空気をしっかり追い出してから冷凍するのがポイントです。解凍その4、冷蔵庫解凍。冷蔵庫解凍のメリットは低い温度で安定して解凍ができることです。ただし冷蔵庫の中の冷気という空気を使った解凍をするので、氷水解凍や流水解凍のような水を使った解凍法に比べて時間が長くかかってしまい、数時間かかってしまいます。そのためマイナス5度からマイナス1度のこの魔の温度帯を長く通過してしまうというところがデメリットですね。ですが低い温度で安定しているということは非常に大きなメリットです。さらに水を使った解凍で長時間かかってしまう分厚いものやブロック状の塊のもの、そういったものは冷蔵庫解凍が向いています。あと例えば朝に冷凍庫から冷蔵庫に移して解凍しておき、夜ご飯の調理に使うことができる、計画的に料理をすることができるのもメリットですね。解凍その後、常温解凍。
これは基本的に NG の解凍方法だと思ってください。2つの魔の温度帯を長時間かけて通過してしまうので、食品の劣化、細菌の増殖を引き起こしてしまいます。基本的にはおすすめしません。ですが、パンや和菓子、冷凍枝豆のような、解凍を前提に作られた冷凍食品なんかはこういったものに当てはまります。ただし、常温解凍後はすぐ食べるようにして、常温で長時間放置するということは、絶対に避けてください。解凍6、凍ったまま食べる。これはもはや解凍はしないというやり方ですね。魔の温度帯を、ほとんど通過させずに、すぐ食べるというやり方になりますね。冷凍食材を凍ったまま、もしくは半解凍状態で食べることで、冷たい食感を楽しむことができます。フルーツはもちろん、野菜なんかも実を言うとこの凍ったまま食べるという食べ方がおすすめですね。例えばトマトやパプリカを、凍ったままそうめんのトッピングしたり、あとは長芋を凍ったままおろしてふわふわの雪のようなとろろにするのもおすすめですね。これらは動画にもなっているので、ぜひチェックしてください。解凍その7、電子レンジ解凍。電子レンジを解凍で使うという方はもう非常に多いかと思うんですけども、実は凍ったものを解凍する方法としては電子レンジは適していないんです。電子レンジの仕組みはマイクロ波が食品中の水分を振動させることで発熱しますが、これは解凍ムラが起きやすいです。そのため凍ったものを電子レンジで解凍すると、一部分は凍ったまま、一部分は加熱が入ってしまうというところで非常に加熱ムラが起きやすいです。電子レンジを使う場合は加熱解凍限定で使うのがおすすめです。肉や魚、野菜であれば耐熱ボウルに入れてラップをかけて電子レンジで加熱する。ラップをかけることで蒸気が生まれるので、その蒸気を使って均一に全体を加熱することができます。量が多い場合は途中中身をかき混ぜて加熱ムラを防ぎましょう。いかがでしたでしょうか。今回は解凍の極意を説明させていただきました。解凍は奥深くまだまだ話し足りないぐらいすごく難しいんですね。今回の解凍の基本をぜひ知っていただければと思います。今回紹介した解凍の極意は宝島社から発売されている西川隆の美味しすぎる冷凍レシピにも詳しく載っています。その他113品の冷凍レシピも掲載されているのでぜひご覧ください。でもし皆さんが解凍で気になることがあればぜひコメント欄に、コメントいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。